皆さんこんにちは。かっチャンネルです。どうもどうも。はい、久しぶりにですねこんな感じで座って、話してるんですけど、今日は久しぶりに工具ネタ、工具のですね新しい電動工具の紹介をしようかなと思っております。はい、そういうわけでですねここに、もう置いてあるんですが、インパクトレンチ、電動のインパクトレンチをご紹介します。廃工機、WR36DA っていう機種です。はい、これはですね大型のインパクトレンチになってまして、トラックなんかのホイールナットとか、緩めたりとかですね、もうそのくらい大きな力が使える電動工具になっております。で、大きさ比較のためにですね今インパクト、ドライバーなんですけど、インパクトドライバー、インパクトレンチも大きさ多分一緒だと思うんですけど、この普通のインパクトドライバーと比べても、一回り二回り大きい感じになってまして、重量もそこそこあるという、このインパクトレンチなんですけど、このなんといってもですねバッテリー駆動になってまして、皆さんがいつも使っている、マルチボルトのバッテリーを使って、使うことができるということで、特別ですねエアーが必要になったりとか、エアーのインパクトレンチとかホース買ったりとか、そういうことが必要なくなるという、商品になっております。エアーのインパクトレンチで、トラックのホイールナットを緩めようかとすると、まずコンプレッサーが問題になってですね、大型で高圧の、10キロぐらい、貯めれるエアコンプレッサーが必要になります。でそれからですね、エアホースもですねかなり太い10ミリ12ミリとか、多分そのくらいを使わないとですねパワーダウンして、力が落ちてしまうっていうことがあります。でそれに加えて、インパクトレンチをエアのインパクトレンチを使わないといけないと、そういうことなんですけど、このですね、皆さん廃工機ユーザーとかで、バッテリー持っている方は本体だけ買ってもらうとですねかなりお安くで、しかも、出張先で使えたりとかですね、エアを用意しなくて、どこでもタイヤ交換ローテーションができるということで、買ってみたんですけど、非常に便利でですね、バッテリーさえ充電しとけば、OK ということになっております。で、この口のところもですね、これ19ミリになるんですかね、かなり大きい、通常はですねこんな感じの2分の1サイズっていうのがあるんですけど、4部っていうやつですね。これはですね、4分の3か4分の3、6部の大きさになります。そういうインパクトレンチですね。で、うちでですね、3トン車4トン車を使っているんですけど、そのタイヤローテーションをするためにですね購入しました。それで大型とか、使ってるところもあると思うんですけど、大型トラックでも、そのですね4トン6ケツで止まってるボルトが、8ケツ10ケツになるだけでですね締め付けトルクは600ニュートンということで、変わらないので、これがですね確実に使えます。で、気になる締め付けトルクなんですけど、1100ニュートン出るようになっております。はい、何回か使ってみたんですけど、もう確実に緩めることはできます。はい、こういうですねソケットをつけて、はい、緩めていくんですけど、エクステンションをつけるとちょっと弱くなるんで、この段階がですねモーターの出力が4段階になってまして、4で緩めて、締め付けはですね2ぐらいで、全体的に締め付けてトルクレンチで
測るっていうやり方なんですけど、はい。で他社のですね、多分牧田さんもそうだったと思うんですけど、緩める方がトルクが強いっていうのがよくあるんですけど、つまりですね、左回りの緩める方は例えば1000ニュートン出ます。でも右回りの締める方は800ニュートンしか出ないっていうのがあるんですけど、この機種に関してはですね、右回り左回りともに、締め付けトルクが同じという感じで、この機種を選んだわけなんですけど、その違いがあるとね、どこに問題があるかというと、トラックっていうのはですね、右側の車輪と左側の車輪の正ネジ逆ネジがありまして、右側の運転席側の車輪っていうのは、正ネジで、締め付けるんですけど、左側助手席側の車輪はですね、逆ネジになってます。左に回して締め付けるようになってるんですね。これはですね、JIS規格っていうのがありまして、JIS規格では、そういうふうに正ネジ逆ネジがあるんですけど、大型になってくるとですね、JIS規格8ケツのモデルがJIS規格になってまして、10ケツになると今度 ISO 規格になってます。そうするとですね、全て正ネジになるんですけど、その正ネジ逆ネジがある場合ですね、例えば左側の車輪を締め付けるときは、普通に締めるんですけど、右側の車輪を締め付けるとき、右方向が弱いってなったら、左右で締め付け具合が違う形になりますよね。トルクレンチで後から見るにしても左側は締まりすぎていると、そういう感じになるんで、できればですね、左右、締め付けが同じものをそのホイールの締め付けとかに使う方がいいと思います。よくエアーのインパクトレンチでもあるんですけど、左回転が力が強いってそういうモデルがありますんで、最大トルクだけ見て判断するんじゃなくて、右回り左回り右回りですね、のトルクを、バランスをですね、その辺を判断しながら、機種の選別をやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。実際にですね、ちょっと、ホイールナット緩めてみようかなと思います。はい、というわけで、はい、じゃあ実際にですね、3トントラックのホイールを外してみたいと思います。このようにですね、簡単に緩めることができます。はい。締め付けするときはですね、これをメモリを2ぐらいにして、締め付けてインパクトレンチじゃなくてトルクレンチで確認していきます。はい、今の動画ですね、簡単に3トン車のですねホイールナットを緩めることができました。はい、
まあ3トン車と4トン車大型、まあ締め付けトルクが違うんじゃないかって、そういうことがね言われるんですけど、大体同じです。実際にはですね3トン車500ニュートンぐらいで締めるんですけど、4トン車で600ニュートンとかで、大型でも600ニュートンです。で下手したらですね、タイヤ屋さんもトルクレンチを専用のやつを持ってないんで、3トン車はどこでもインパクトレンチで締め付けています。で4トン車になるとですね、専用のトルクレンチがあってトルク管理するんで600ニュートンで止まるんですけど、下手したら3トン車の方が強く締まっている可能性があります。でそれもですね簡単に緩めることができますんで、結構皆さんにおすすめかなと。トラック持っているところはですね、これをですね検索して、やってみたらいかがでしょうか。あとですね、ギアレンチって言って、倍力ですよね、60倍とかの倍率をかけて、締めたり緩めたりするっていうものがあるんですけど、中にギアが入っててですね、ハンドルを60回転とかしてこっち側が1回転回るというようなのもあるんですけど、ローテーションするってなったらですよ、最低、2本、大体4本入れ替えをするんですけど、4本かける5ケツ6ケツなんで6本ボルトをそれで緩めるってなったら超大変ですよね。でそれからですね、またトルク管理をしないといけないっていうことで、相当な手間がかかるんで、このですね電動のインパクトレンチ、今はですねバッテリーがかなり良くなったんで、昨日からですね、ローテーションしていろいろやってるんですけど、バッテリーも1メモリしか減ってないんで結構長く使えると思います。はい、ということでですね、今回カッチャンネル、このインパクトレンチの、廃校機、大型のインパクトレンチなんですけど、この紹介をしました。はい、皆さんもですねトラック持ってる方、自分でタイヤ交換ローテーションやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、次回はですね、この続きでやるんですけど、このソケットについてちょっとやっていこうかなと思っております。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。ではバイバイ。